正弘のうまいのなんのうまいのランナーの増弘です。今私は新横浜にありますラーメン博物館、通称ラ博にやってまいりました。実はここへ関西塚口で、ラーメンを作ってました島崎純一さんがロックン3という名前でお店を出すことになりました。どんなラーメンを作ってらっしゃるのか興味津々でやってまいりました。行ってみます。うまいのなんのおめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。いやー、とても綺麗、美しい。まず美しい盛り付けっていうのがとてもラーメンで大事だと思いますが。いただきます。鶏の感じがよく出てます。島崎さんとしては今みたくスープから食べてもらうやり方って間違ってないです。いや間違ってないですね。でもその前に見て匂いを嗅いてもらえて、その順番がね、匂いのことは言わなかったんだけど、まず美しい。あと器を楽しむね。いい器だねってありますよね。いつもと変わらない味。水は同じですか？同じです。同じですか？だからだ。とてもそこがね、ポイントかもわかんない。ポイントですね。スープって何からできてるかっていうと、豚とか鶏とかじゃなくて、実際水からできてるんですよね。農家の方が土を大事にするように、ラーメンにとっては水が農家の方の土と一緒かなっていうのは昔から思いますね。なんかラーメンにスープの絡み方もとてもいいですね。そういう少し長めにしてるんですよ、うちのね。だから血を引っ張るにはこのぐらいになるかな。それと油分がうまい具合に。なんか前伺ったことあるんですけど、お酒メンマを使う理由。まあ美しさもありますけど、一本でスッと乗せられるっていうのが好きですね。ラーメンをすするっていうのが、みんなテレビでもやるときも、物を見せるのはこれ持ち上げすぎですね。これだけいっぺんに入れたら口の中のバランスが良くない。やっぱりいろいろ僕も研究して、せいぜいこのぐらいかな。口に入る本数を計算して持ち上げるってことね。これギリギリ、これギリギリいっぱいかなと。水道さんが食べてるの見ると全部そばに見えてきます。全部そばに見えてくる。美味しくいただきました。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ほとんど前と変わらないんで、とても安心したんですけど、やっぱりお水って大事だな。そうですね。何のスープだって豚だ、鶏だって言うけど、
やっぱ水なんですよね、もともと水は。水に鶏を入れたり、豚さんを入れたりして出来上がるから、ラーメンって何でできてるんだって言ったら水なんですよ。水でできてる。で、農家の方の土を大事にするっていうのと一緒ぐらい、美味しい。ラーメン屋さんのは水を意識した方がいいんじゃないかなと僕は昔から思ってます。それでラーメン博物館のところに出展されて、一番僕の方が気になるのは、今まではまあ基本的にワンオペでやってるような形だったんですけど、ここではスタッフで一緒になって作んないといけないですよね。肝心なところっていうのは島津さん、どんなふうに思います？そうですね、今まで僕が勘でやってる部分だとか、一人仕事だからもう自分でわかるじゃないですか。その自分の分量、自分でさえわかんないからね、自分の分量なんで。それを全部数値化してくれて、島崎純一を数値化することから、島崎純一を数値化っていう部分ですごく安心できて、その分今まで我慢しててやりたかったけどできなかったことが、めちゃくちゃできるんじゃないかな。一人でやりたかったんじゃなくて、やらざるを得なかった。やらざるを得なかった。まあもちろん一人で作り続けるぞっていうのはありますよ。だからこれから僕のラーメンに携わって作ってくれる人に関しては、例えば麺を慣らすとき、タレを張るとき、スープを入れるとき、トッピングするときに、島崎純一がここに降りてきて、取り付いてもらいたい。島崎純一が取り付いてくれと。そうやってお願いしてます。はい、麺を茹で始めるとき、島崎さんのポーズが大好きなんです。お祈りです。美味しくなってほしい。まあそれも、やってもらい、みんなでやって。逆に今まではホールとかそういう接客とかは僕はしない方のタイプだったんですけど、逆にこんだけホールがあると、ちょっとホールを映しましょう。とてもすっきりした。ホールもラーメンだと思う。なるほど。今までほら、器も食材なんですさ、水も食材なんですよ。多分、スタッフの人も、この空間も食材なんですよ。だからみんな食材っていう言葉をプラス付け加えたいと思います。だから、ロックン3はその全てが食材になって、インテリアも含めて食材になってるのと、若い人材がプラスして、その人たちもラーメンなんですよ。今まではほら、一人でカウンターの中で、俺ラーメンってやってればよかったけど、もう今回はこっちも僕のラーメンと同じレベルでラーメンじゃなきゃいけない。しょっちゅう LINE でやり取りで。そうそう。LINE のやり取りはね、ラーメンのことより落語の話の方が多いですね。落語のやり取りで夜中にやってます。そうそう。名人のこのフレーズがいいとかね。いや、こんなにラーメン作る方で、昔の古典落語と僕が本当に黄金時代聞いてたのと話が通じる人ってなかなかいない。いやもう本当にね、火炎太鼓で火炎太鼓売れちゃった道具屋の気持ちですよ。そんなことがありまして、落語が好きな人だとここに来ると余計味わいが違うかもしれない。そうです。今日の、いただいたラーメンは新章の火炎太鼓のような味がしましたなんて言ったら最高だね。そうですね。はい、美味しくいただきました。ありがとうございました。